こんにちは、木下ゆうかです。ありがとう。今日はですね、前回私は10キロ痩せた動画を出したじゃないですか。今日はですね、その第2弾です。体重はですね、痩せた後に維持しないといけないわけです。ダイエットというのはですね、痩せた後に維持することが大切なわけです。私がそれでどういう風に維持してるかを今日は言いたいと思います。じゃん、今日はですね、私のダイエットの維持編の食ということでございまして、ここにも打ちましたね。で、取っていきたいなと思ってるんですけど、でこれがですね、だいたい私が1週間に食べているものたちです。ダイエットのためとかにね。で、リバウンドをせずに体重をキープする私のリアルな1週間ご飯です。わー、すごいですね。私はもう頑張ってるんですよ。こんなにいっぱいいろいろなものをいつも食べてね。はい。で、この辺はサプリの人たちですね。私はサプリを本当にアホみたいに飲んでますね。なんかもう惰性で飲んでるものも多いんですけど、一回飲み始めたらもう効き目がわからんでも飲んでる。この箱に2つも入ってます。でこのサプリたちは毎回蓋開けようとはめんどくさいけこれで飲んでるんですよね。ありがたいことに私は在宅で仕事をしているから食事のタイミングを自分でコントロールしやすいんですよね。私は空腹状態で動くと脂肪が燃えやすいかなと思っていて、今日ここスネ夫みたいになってますね。まず朝は空腹の時にブラックコーヒーを飲んで食欲を抑えるです。なんかね、ブラックコーヒー飲むと、私の場合はなんですけど、ブラックの後ホットねを飲むと食欲が抑えれます。で私が飲んでるのはこれバセットコーヒーってところのコーヒーなんですけど、これはねいつも豆で飲んでます。豆でこれがめっちゃいいです。引いて飲んでます。まあ1杯2杯ぐらいだったら結構楽ちんなんですよね。1日2、3回引いたりするけど全然そこまで苦じゃなくやってますね。かっこいいですねこれ。ちなみに朝起きて一番最初にすることは私歯磨きです。なんかこれ最近聞いたんですけど、歯周病菌ってあるじゃないですか。あれって歯を溶かすだけじゃなくて骨も溶かしたりするんですよね。でとにかく骨を溶かすほどの強いやつらやけ、なんか他にも多分体に悪さしよるんですよ。でなんかペットの寿命とかを研究しとる人がちょっと早く亡くなっちゃった動物のお腹を開けるとお腹に歯周病菌がいっぱいいたんですって。だから歯周病菌をたくさん持ってると長生きできないみたいです。歯周病菌を取るとだと老化も早くなるらしいですよ。だから美容のためにも歯周病菌はもう殺した方がいいですね。でこれがさ、私今まで朝起きて一番最初に白湯とかを飲みよったんですけど、白湯って言ってもちゃんとした白湯じゃないですよ。ぬるま湯ぐらいの白湯です。でそれだと歯磨きを先にしないと歯周病菌を全部取り込んじゃうんですよ、朝からね。でだから歯磨きをしてうがいして歯周病菌を出してその後からお水ですらその後飲んだ方がいいらしいです。朝私は歯磨きしてちょっとぬるま湯を飲むんですけど、なんか知らんけど私朝めっちゃ喉がいつもカラカラで朝だけで2リットル飲んだりしますね。でこれ美容のためにさお水飲んどるとかお水飲んだ方がいいとか言うと思うんですけど、私の場合なんか美容のためというよりもお水が飲みたくて飲んでますね。でちょっと糖尿病の疑いがあったんですけど、喉乾くの朝だけなんで違うかなと思います。はい、これがですね私のリアルな1週間の食材たちなどです。で基本的にね1回の食事は300キロカロリーくらいまでに抑えてるんですよ。であとチートデイと外食はまた別にしてね、それ以外の食事は私も節制します。でも全然辛くない。私美味しくていつも食べてる。で私ねこれ全部ネットスーパーで買ってます。もうネットスーパーが真面目にないよ。だから週に1回とかネットスーパーで注文して全部全部使うんですけど、ここにオーツミルクさんがこいつ大事なんですよ。こいつもで一番私が好きなやつが
今から作ります。で、一番私の好きなやつを今から作ります。これはベビーリーフです。私はね、いつもネットスーパーで注文したやつが届くじゃないですか。そしたら全部一回水につけて、浄水器のお水につけて、で、ちょっとなんか多分毒とかが出るんですよ。わからんけど毒があるかどうか。全部オーガニックです、それにしても。で、ちょっと抜けて、その後お水を切って、ジップロックに入れて冷蔵庫に入れるんですよね。そしたらまあ1週間ぐらいは持ちますよ、この人たち。で、キノコはね、洗わんでいいけど、土をポイポイポイってやるだけでいいらしいです。でもこういう葉物は全部そうやってやりますね。で、私はいつも果物をキウイとオレンジを食べてるんですけど、美味しいからね。あんまりめんどくさくない果物が好きで、こいつらはめんどくさくない上に結構持つんですよ。だから大好きなんですけど、で、私はキウイをいつも皮を剥かずに食べます。だから楽だし、でキウイって意外と皮を剥かなくて食べても美味しいんですよ。おいしい。ゴールデンクールです。あ、お尻から食べてた。お尻には硬いヘタがあるんです。私は緑のキウイよりゴールドンキウイ派ですね。おいしい。お腹空いとったんよ今日。でね、こう果物とかをさ、野菜とか全部切らんでいいやつを私は使いよるんよ。で、何が嫌やって、包丁じゃなくて、まな板が嫌なんですよ。あいつが本当に嫌なんですよ。普通のちゃんと今日がっつり料理するぞっていう時はまあいいんですけど、普段は使い出したくないの。極力まな板を出したくないの。で、このオレンジさんはさ、全部どけていこう、紹介してるやつから。忘れんで済むし。で、コーヒーもまた紹介したね。で、オレンジさんは私、ありしそうじゃないですか。切りそうじゃないですか。切らないんですよ。で、オレンジさんはね、もうこう、皮だけ剥きます。こうやってリンゴみたいに。で、結構白い部分を残していいかなと思って私は食べてます。果物とか野菜って基本なんか、皮に栄養があるのが多いから、美味しく食べれるなら食べてますね。で、私一回オレンジも皮のままいけるかなと思って食べたんですよ。そしたらもう唇がね、しびれとった。しばらくの間。オレンジは皮のまま食べないでください。皮になんか多分しびれる成分が入っています。まあ、しびれるのが気にならない人は別に食べてご自由にどうぞ。こんな感じですよ。ちょっと残ってますけどいいんです。柚子を剥くように。で、これもこのまま食べます。美味しい。オレンジとキウイって美味しいけど味も好きなのね。ちなみにネットスーパーってこういうのに入って届くと、なんか立派なね、しかも保冷剤とかもいつも入ってるの。でさ、買いに行っとったらさ、重たいやん。本当に重宝してます。ネットスーパーさんには。で、果物で気になるの、私皮ごと食べるじゃないですか。気になるの分からんけど、なんか農薬とかです。汚れですね、とにかく。で、それにはこれを使ってます。なんか、これ聞いたのか私には分からんけど、私はそういうものはすごく多いんですけど、聞いたのか分からんけど、ちょっと使っとこうみたいなものが多いんですけど、これです。ホタテの力くん。なんか、自然なやつで除菌とか除去ができるらしくて、野菜、果物などの表面に付着した有害物質や細菌を除菌、除去って書いてますね。ホタテの貝殻焼き、精パウダー 100%、海の野菜、果物洗い、ホタテの力くんです。これを水に果物つけて、でぐるぐるって溶かして30分ぐらいしたら、もうなんか油みたいなのが浮いてきよるの。だからまあそういう感じで、油取れとんなーと思っていつも食べています。だからキウイとかを皮ごと食べるのはやっぱ洗った方がいいと思います。ホタテの力くん使わんでもいいけど、洗った方がいいですね。リンゴとかも洗って皮ごと食べるじゃないですか。そんな感じですよ、言うて。で、次サラダですね。さっきサラダのこと言うって言っときながら脱線しましたね。私はいつもそうで、ちょっとサラダを作りますね。だからいつも私が野菜がネットスーパーから届いた時にどういうことをしおるかを言います。洗ってしまっとる結局今回これ使うんですけど、まずこれを野菜をここに入れるじゃないですかね。
とにかくもう10パックぐらい毎回私頼むんですよ。しかもそれも何かって言ったらベビーリーフです。この人は切らずに食べれるのでマジでいいです。で切らないってやっぱり多分冷蔵庫でもさよく持つと思うよね。私切った方が多分傷みやすいんじゃないかな。でここにお水ね、本当はもうちょっと満タンまで水入れるけどちょっと大変。浄水器のお水を使っています。これはでちょっとこうつけといて20分とか20分経ったら、これがめっちゃ便利。みんなにも教えたい。これでまず水切るじゃないですか。これは普通に洗面所で切ればいいんですけど、一旦今日はここで切りましょうや。でここに入れるじゃないですか。これも本当は洗っとるやつだけどね、実演したいがためにやってるだけです。でこれみんなびっくりするよ、見とって。これ野菜のお水切り器なんやけど、でこれ入れるじゃないですか。ざるこれで蓋をするじゃないですか。いきます。3、2、1。で私は今までこうやるやつしか知らんかったんですよ。これ超楽やんと思ってやっています。でこの時点でこうやって開けて指でやるとマジやばいことになるんですよ。指を持っていかれまではしないんですけど、あいたたたってなるんですよね。だから私はいつもこれじゃないですか。でも結構いい感じに緩まるので、で終わりですね。でそしたら見てください。ほら水がざるだけでは取れない水が。でこれをだいたいいつも2回ぐらいやるんですけど、こいつがもう1回すごいこと言います。このままでもやっぱりいけるよって感じなんよ。このままでもいいよ、サラダとして可愛いおサラダよって感じなんやけど、これ水切るじゃないですか。蓋するじゃないですか。これ冷蔵庫入れようかな。でもな、ちょっとこの大きいんだよなこいつ。ほらこのサイズいきます。なんとこれがこうしてこういう感じで冷蔵庫にそのままシュッて入ります。このサイズがこれめっちゃいいんよ。みんなにおすすめしたい。で私はいつもこれはちょっと水切りとかで毎回使うのめんどくさいけどこいつ使わないんですけど、野菜食べるときはねこういうボウルに入れます。陶器のやつとかってさ重いしさ割れたりするしさめんどくさいの私。それはね、丁寧な暮らしとかをしてる人は陶器とか可愛いお皿で食べたらいいですよ。で私はもう本当にコスパ重視なんで。まずベビーリーフさん洗って入れるじゃないですか。このジップロックに入ってるやつを冷蔵庫から出してここに入れるだけです。楽です。これが私基本食べてるサラダなんですけど、ここにモッツァレラさんをちょっとカロリーが気になるときは半分とかだけど、だいたいいつも1個入れますね私は。モッツァレラチーズとかもあんま太らない。263キロカロリーですこの人がね。半分とかしたらもうめっちゃほら全然太らんじゃん。これね、モッツァレラチーズは私いつも手でちぎって入れます。無理ってなんかやります。もう無理自分で食べるからもういいんです。どうでも無理ってやります。でこれ手にめっちゃつくんですけど、これも食べますね、美味しいので。でもう食べきれないやつはさすがに水に流します。モッツァレラ大好きで、ここにミニトマトちゃん、これはもう大量に詰めるからいつも大量に注文するんですよ。楽ですね。ミニトマトも何もせんで入れるじゃないですか。ほんといいやつ。こいつは蓋を取って大体いつも5個とか6個食べますかね私は。で次がエリンギかマッシュルームを使うんですけど、私がより好きなのはこの人です。でもこの人は生で食べれないやつなんですよ。面白いね。まずあるじゃないですか、これも楽ちんなんよ言うて。包丁とかは使いません。私は大体この使い込んだ鍋、このお鍋を使うんですけど、あんまりこれを使えば油が外に飛ばんくっていいよね。でまずこうやってやるじゃないですか。でこうやってちぎる。最初に油引きます。オリーブ油を引きます。で火にかけて、もう火にかけとる間にもうちぎる。めんどくさいじゃん待つの。もうだんだん温まりよるけもう知らんっつって
勝手に温まりっつって、でその間にこうどんどんちぎっていきます。だからキノコ結構焦げないから OK。 それでもこうやってやったりするんやけど、カリカリになるまでやっても美味しいし、まあブニャブニャのキノコの食感のやつでも美味しいです。でこれをここにかける時もあるし、そしたらさオリーブ油も一緒にここにかかるやん。だから一石二鳥で終わるんですけど、頻度多いのはめんどくさいのでマッシュルームなんですよ。すごいですよこいつは。火を入れなくても食べれますから。でもこの人も包丁出したくないんですよ。私はこうやってハサミでやります。まずハサミヘタをこうやってみじん切りでこうやって薄くでも包丁も使わんでいいし、まな板も出さんでいいし、いいんよ。でもなんか多分ね、マッシュルームって多分足が早いんよ。ちょっと早めに腐ると。で、私みたいなことで大量に注文したらダメにしてしまいそうになる時があって、で、私は前一回ちょっとマッシュルームさんがなんかちょっと粘ついていますけどみたいな時があって、あれどうしたんですかあなたたち、なんで粘ついていますって言って、でも食べたらそんなに味は大丈夫やったんよ。匂いとかも大丈夫やったんよね。その時はもうこのまま冷凍しました。で粘ついとるせいかわからんけど、なんかねマッシュルームさんたちくっつかないかった。で冷凍するじゃないですか。でそしたらさっきの鍋に入れて蓋をして弱火でしとけばちょっといい感じの焼きマッシュルームさんができますので、ちなみにこれがあの時のマッシュルームなんです。ほらついてないでしょ。これをそのままこの鍋にコロンコロンコロンって5個とか入れて、で鍋を蓋して温めとけばいい感じになります。水を大さじ1とか入れたらもいいかもしれないですね。私はいつも入れずにこれはやってます。でお次はここに贅沢したい時はこの生ハムさんを入れます。できましたねここまで。で次はこの胡椒さんです。なんか寒くなってきた。エアコンのリモコンなくなったっけ私。で大事なやつ、私の大好きなやつで、本日はパッケージさんも来ております。じゃん、六助のお塩。これがめっちゃ美味しいよ。私がだからやってるダイエットっていうのは全部味の美味しい、我慢して食べてるものなんて一つもない。でここをかけます。でここにレモン汁。なんかねレモン汁をかけるとオリーブ油がねちょっと抑え気味でもお野菜が美味しい気がする。私はオリーブオイル好きだからめっちゃかけたい派なんよ。でもやっぱり取りすぎると太るじゃないですか。こいつがいたらレモン汁さんのおかげで大さじ1杯ぐらいでいける気がする。でちょっとあえてあげるじゃないですか。はい完成です。レベルってめっちゃ美味しいの。でこのキノコもめっちゃ美味しいしね。エリンギも大好きですよ私。うまい。モッツァレラチーズがあってめっちゃごちそう感出ます。でこれはね私いつも本当に朝昼晩とか決まって食べてるわけじゃなくて、お腹が空いたタイミングで食べてます。で朝だいたい一番最初に飲むのはじゃーん、プロテインです。で皆さんプロテインのいいシェイクの仕方知ってます？最初にお水を入れるんですよ。牛乳でも何でもいいと思うんですけど、私はいつもお水とミルクを両方入れるので最初にお水入れてます。で蓋を開けるじゃないですか。こっちだった。いやこっちだった。で規定の量入れるじゃないですか。私はもう3杯にしてるんですよいつも。で私はですね牛乳大好きっ子だったんですけど、なんか牛乳って
って美味しいし体にもいいんだけど、取りすぎはあんまし人間の体に合ってないよみたいなことを聞いたことがあるんですよ。で、私牛乳大好きでほんと牛乳いっぱい飲んでたんですけど、たまには今もだから飲むよ、自分のごちそうとして。最近はじゃん、オーツミルクを使っています。これがねめっちゃ美味しいと、オーツミルクが。私オーツミルクってここ最近知ったんですけど、豆乳ってあるじゃないですか。だから牛乳がダメなら豆乳を飲んだ方がいいらしいんだけど、私豆乳、お砂糖が入った豆乳、味付き豆乳は好きなんやけど、無調整豆乳はあんまし好きじゃなくって。でもそれで牛乳飲んでたんよ。やっぱり体に悪かろうが良かろうが美味しいものの勝ちじゃんと思って牛乳飲んでたんですけど、最近これを飲むと、これめっちゃ美味しいと。このアルプロっていうやつはなんですけど、お砂糖入ってないのに美味しいの。で、化学甘味料とかも多分使われてないの。すごくこれいいなと思って飲んでます。で、入れるじゃないですか。で、私はね、朝ね、油を取りたいんですよ。本当はもうちょっと入れるけど、なんか水が少なかったけど。で、これサラダで、なんで油取りたいかって言ったら、サプリを吸収しやすいためには油があった方がいいんだって。で、朝一でサプリを私は飲みたいがために、お腹が空いたら、まずプロテインとかなんですけど、楽したかったらね、これで油大さじ1ぐらい入れます。オリーブ油を。で、シェイクします。そしたら見てほら、ここにさ、溜まるのがめっちゃ嫌やん。溜まってない。すごくない？これ、みんなも使って。で、油が入ったらさ、気持ちまずいんじゃないと思うじゃん。意外と全然美味しい。なんか知らんけど、辛くなる。なんか喉にくる。でも、全然美味しい。うまい。これ大体朝飲むんですけど、でね、サプリって食後30分ぐらい飲むのが吸収がいいらしいよ。サプリによると思うんだけど、結構大体そうで。で、この食後じゃん。で、30分私はね、タイマーを結構で多投しているんです。よく使ってるんです。で、タイマーで30分って入れて、で、30分経ったら歯磨きしてサプリ。で、歯磨きもこれもなんか歯周病菌が私は怖くてたまらないんですよ。だから食後毎回歯磨きするんですけど、でも食後食べてすぐ歯磨きするのって歯にちょっと悪かったりするんですよ。なんかレモンとかお酢を飲んだらなんですけど、歯を削るらしいんですよ。食事の後すぐに歯磨きすると。だから30分置いた方がいいらしいんですよね。だからタイマー30分かけとって、で30分経ったら歯磨きでサプリを飲みます。で、私がいつも飲んでるサプリを紹介をいたしましょう。すごいんですよ、私めちゃくちゃ飲んでるんですよ、サプリを。これをいつも飲んでます。で、それはこの人たちなんですけど、この人たちこの人たちを全部この中に入れています。こういう人たちもいますね。じゃ黒セサミン、多分これがビタミン B かな。 B コンプレックス、ビタミン E で葉酸鉄カルシウム。本当飲んでるよね、私。で、ビタミン K。で、これちょっと本当によくわからん。なんか家にある一つね、サプリがあったけ、なんか飲んでます。でもなんか、突然あるわけはないんですけど、なんか私が買ったみたいで、だからもうカルシウムとかにいいらしいですよ、ビタミン K は。だからとりあえず飲んでます。ここにちょっと謎のやつがいますね。私はここに全部テープを貼って、これ名前書いてるんですけど、これ何にも書いてないですね。私はもういつも何の疑いもなくここにあるやつ全部飲んでたんで、ちょっとわからないけど、多分最後に言って名前を呼ばれなかった人がこの人や。私はもう多分殺人事件があったらすぐ殺されますね。ここに毒を仕込めばいいだけなんで。で、次は、ビタミン C、ビタミン A、ビオフェルミン。で、これと、ビオフェルミンと R1 は朝一で結構飲んでます。この人たちは食後とかじゃなくてもいいので、しかもお腹の調子を整えるので朝に飲むのがいいと思います。で、DMAE、これはなんか脳が良くなるっていうんですけど、なんかフェイスライン上がるらしい。だからなんか飲んでますじゃん。で、ミルクシスです。これはなんかね、肝臓にいいらしい、ミルクシスは。そして次がビタミン D ですね。これはうつ病とかにいいらしいので飲んでます。セロトニンの材料みたいな。太陽浴びたら出てくるやつ。で、次はなんかドーパミンが出るやつ。なんかよくわかるドーパなんとかですね。これはなんかドーパミンが出るから元気になるかなと思って飲んでます。で、そしてビオチンです。わかった。こいつあれや。マグネシウムです。ちょっと何に良かったのか分からんけど、なんか確かになんか私に足りないものだったので飲んでます。で、あとこれはなんか肌白くするらしいトランサミン。いまいち効果よく分からんけ、もうやめようかな、次やめようかなと思ってる。そしてピルですね。私ピル飲まんとマジでニキビできるんよ。
今わからんけど、でもやめたらめっちゃ肌荒れよって手放せないんですよ、ピルがね。でもピルはね飲まん方がいいよっていう人もおるから、ここはちょっとおすすめはしないです。でもなんか結構その生理とかで肌荒れに悩んでる人はちょっと飲んでみてもいいかもなと私は思います。避妊目的とかじゃないですね、全然そういうあれはないんでね、私。はい、ちょっとゴールが近づいてきた感じですね減ってきましたよ。でサプリなんですけど、私はねいつもこれはなんかお酒のおちょこなんですけど、これ開けて、これ便利なんですよ。前まで蓋のまま食べたけど超大変で、毎日も朝からこうやってカシャカシャカシャってこれ全部この中にサプリ入れるんやけど、その作業がマジで大変で、今なんてこうやって全部ここに入れとるじゃないですか。パッで全部チュ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 ってやればいいだけだから、大量に飲む人はマジでピルケースあった方がいいと思う。なんかまあサプリも飲んでるから、私は結構食事は結構だから栄養目的とかであんまし食べてない。味美味しいプラスあんまし太らないなとかで食べてますね。で最近私がおやつとして食べているのはじゃん、お野菜チップスです。私ねおやつって全部200キロカロリー以下って決めとって、だいたいこういう小袋のお菓子を食べよるんですよ。グミとかね、あとグミ結構200キロカロリー超えたりするんですけど、でダイエットでおすすめしたいのがこの野菜チップスとおからチップスです。この人はもう178キロカロリーで結構ずっしりするんですけど、満足感もありますね。おからチップスっていうか、これはなんだビスケット、おからビスケットなのかな。ノンフライなのにまるで揚げ菓子のような香ばしさ、一口からっとおから食物繊維たっぷり、なんか体にも良さそうや。でこれなんですけど、ハッシュの野菜チップス、これね1袋食べちゃうと376キロカロリーなんですよ。私の200キロカロリーオーバーはちょっとノーっていうやつがダメじゃないですか。でこいつを食べるときはバタバタこいつの出番ですね。ジップロックさんなんですけど、かけるじゃないですか。で半分ジップロックさんに入れてあげます。美味しいんちゃう。すごい美味しくて食べ過ぎちゃうんよこれ。でこれをそのまま食べます。でこれ全部食べても200キロカロリーいかないです。376の半分です。で私が食べてるお菓子っていうのは小袋なんですよ。小袋で食べれば少なくてもたくさん食べるのを防げるかなと思って小袋で食べてるんですけど、最近食べてるのはじゃがりこ。これがめっちゃ美味しいんちゃう。ベジタブル、しかもカロリーやばい少ない、52キロカロリー。でもじゃがりこも80キロカロリーない。ちっちゃい小袋だとカロリーが少ないんだね。44キロカロリー。おっとっと少な。美味しいんよ、おっとっと。小粒っこ、これは味が好きです。であとこれもカロリーが低くて食べてるんですけど、66キロカロリーです。この中で言えばちょっと小粒っこが高いんですよね。78キロカロリー。そうでもない低かった全部で。この人たちはちょっと小腹が空いたら食べれるようにしています。で夜とかさ、どうしても空腹で眠れない時とかあるじゃないですか。でその時はこれ小祝い生乳 100% ヨーグルト、これを1パック食べます。1パック食べてもこれ無糖で240キロカロリーなんですよ。だから300までは OK ですね。300までは OK と思っていつも食べています。でこれを1パック食べる。で無糖がねやっぱいいんですよ。無糖じゃないとねダメなんですよ。でその中でも私はこのいろいろ全部食べたわけじゃないんですけど、小祝い生乳 100% ヨーグルトがめっちゃ美味しい。でさっき言いましたね、私のご褒美生ハムさんと同じような存在で、私にとって同じような存在で馬刺しをよく食べよったんですけど、あれはさ冷凍じゃないですか。だから前日に冷凍庫に入れて次の日食べるとかせんといけないんですよ。それがちょっとね、その前日は食べたい気持ちでも次の日は別にっていう日もあったりするから、ちょっと良くないなと思って最近は生ハムさんをよく食べています。結構賞味期限持つしね、これなんて1ヶ月近く持つと思います。カロリーが例えばこの人は110キロカロリーぐらいです。これ 100g あたり237って書いてあって、これ 50g だからその半分。ほら生ハムってむっちゃ美味しいのにカロリー少ないんですよ。であとこれはこの私が栄養のためお腹を満たすために食べてる納豆、熊納豆さんで大葉ですね。大葉をちょっとハサミで刻んだり、ハサミの洗い物が出たくない時は破って入れたりします。はい、もう少なくなってきましたね、この人たちが。でこれがですねこのアボカドさんも同じような存在です。栄養プラス美容プラス私のお腹を満たす存在で、大体アボカドさんは包丁で切るじゃないですか。でその後種がクイッてやったら剥けるじゃないですか。種を取るじゃないですか。私はいつもこ
この穴のところにお醤油を入れてわさびをちょっと乗せて、でスプーンでほじって食べてます。だいたいボウルとかに入れて食べてますね。醤油が溢れるのが怖いので。でね、これはもうダイエットとちょっと違うんですけど、すじみのお味噌汁です。これ最近出会ってめちゃくちゃいいなと思ったんですけど、美味しいよ。これがね、ちゃんとお味噌も入ってます。すじみとお味噌です。でこれまだ私食べてないんだけど、あれキノコが基本好きなんよ。彼らカロリー少ないのに味美味しい存在ないよ、私にとって。これはお味噌汁に入れようかなと思って買いました。これめっちゃいいよ。本物のしじみだからね。結構私は肝臓のことも気をつけています。なんでこれ飲むかって言ったら、二日酔いの時に飲むやつです。あれ、私この話してなくない？本当はお酒飲む前に飲んだ方がいいんだって。でもさ、お酒飲む前って別に自分がさ、お酒でさ、やらかすと思ってないじゃん。度を越すと思ってないじゃん、飲む前はさ。だから、飲んだ後に苦し紛れに飲んだりしますね、このお味噌汁を。で朝もマジで二日酔い気持ち悪いっていう時も飲んだりします。これでちょっとは治るかなと思って飲んでるんですけど、ちょっとよくわからないです。はい、というわけでですね、こんな感じです。私の最近のダイエット事情、体重の維持、食事編で、これはですね、ダイエットの理想の体型維持のための普段の食事なんですよ。やっぱりさ、外食したりチートデイしたりするから太るじゃないですか、たまには。で自分の許容範囲超えるじゃないですか。1キロとか2キロね。でも1キロから2キロの間で対処することが大事なんです。これはもう通常私のゆったりダイエットみたいな感じで、体のために生きているって感じで食べるんですけど、1キロから2キロ増えた時はもうスパルタです。スパルタにしないといけないです。で私はその1キロとか2キロのダイエットの方が私はスパルタでもいいかなと思っておって、10キロ痩せたじゃないですか。あれは長期のダイエットだからスパルタな感じではちょっと無理なんですよ。でも1キロから2キロの短期間ダイエットだったら結構厳しくても生きていけるんですよ。でも理想はよ、本当の理想はコーヒーのみで生きることです。それ短期だからいいんですよ。断食みたいな感じでね、コーヒーだけでも。でもやっぱりちょっと脳みそ的に無理じゃないですか。心的にメンタル的に無理じゃないですか。だからいろいろ食べるんですけど、理想はコーヒーのみで、ちょっと食べたいと思ったらこの辺のやつをいつもより少なめに食べたりします。であとさ、私もう悩みが1個あるんだけど、これだけはどうしてもやめれんことがあって、夜寝る前にこの小袋のお菓子とかグミを食べちゃったりするんですよ。でいくらこれが小袋やっつっても夜寝る前に食べたらダメなんですよ。夜寝る前っていうのは食べた全てのものをカロリーとして摂取するやつらだからダメなんですよ。でもね、夜って暇なんですよ。で寝る前って暇なんですよ。寝る前とかっていうのはいろいろやってるじゃないですか。仕事したり友達と会ったりとか、だから暇じゃないんですけど、毎日楽しく生きてるんですけど、夜寝る前って一番私の中で暇な時間なんですよ。でどうしてもその時に食べちゃうんよ。で一番良くないのがね、グミなんですよね。グミがこの人たち以上に良くないんですよ。この人たちとかだってカロリー44キロカロリー、例えば夫は44キロカロリーじゃないですか。でグミは多分200キロカロリーぐらいあるんですよね。でもグミ美味しくて食べちゃう。夜食べなかったらいいんですけどね。それにしてもね、グミは美味しいし、カロリーも低めではあるし。で基本しないですけど、たまにはそのスパルタの時は運動もする時もあります。あんましないですけどね。でもちょっと前運動してみたんよ、私は。気分転換も兼ねて、いつもねアプリを使ったヒートなんですけど、そしたら次の日1キロぐらい減っとった。やっぱ運動ってすごいなーってその時私は思いました。あとはゆで卵を食べます。この人も結構前のダイエット動画でも言ったんですけど、ゆで卵もいいですよね。なんかメモってるんですよ。はい。でこんな感じで私はダイエットの体重を維持しています。皆さんの参考になっていただけたら嬉しいです。私は独身女性で40歳なんですよ。昭和生まれです。でやっぱりね、40歳となってくると体重も落ちにくくなってくるわけです。そして独身女性、稼いだマネーを全突破できます。全力投球できます。で結構こ
こういう結構がねできています。でも普段ね家族さんとかがねいる人はねこんなちょっと大変なことできないと思うんですけど、私がやっていることといったらこういう感じなんですよ。でも一人暮らしやけさ、食事とかも本当に気を使わなくていいです。だから美容とかそういうのに全力投球できます、私は。そんな感じですね。だからできたらいいよっていうことを話しています、私は。でも大変ではない、絶対に。楽ちんは楽ちんだと思います。忘れとった。でこれもサプリの時飲んでます。ゼリーなんですけど、これはミシレルトっていうところのこの子ね、いろいろコエンザイム的なやつとか入ってるんですけど、なんとこれねチュールじゃないんだよこれチュールだと思っていますね、この人。チュールじゃないね、これは。わかる？でこれなんかね日焼け止め成分も入ってるらしい。だから重宝してます。はい、じゃあこんな感じでした。私のダイエット維持、体重維持、食事編でした。みんなも参考になってくれたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中の動物や猫やみんなが幸せに暮らして過ごせますように。バイバーイ。今日の T シャツはセーラームーン T シャツでした。可愛いでしょ。